小田和佐助のブナガだ。今日は常識という名の敵を切る。お前たちが空気とか前例とか言っては陰でいる。その正体の話だ。まず覚えておけ。常識は紙ではない。買ったやつの古い戦略ノートだ。俺の時代で言えば、足軽に槍を持たせて突撃させるのが常識。だから武田の騎馬軍団は、最強と崇められていた。で、長篠でどうなった？鉄砲3000丁並べて蜂の巣にしたら、戦の常識が一夜でゴミになった。常識ってのは、環境が変わった瞬間、ただの時代遅れになる。にもかかわらず、現代の会社や役所は、まだ前例が、前任者がとは陰んでいる。俺から見れば、戦場のど真ん中で古い作戦記を読み上げてるようなもんだ。撃たれて終わりだな。では、非常識な決断力とは何か、誤解するなよ。奇抜なことをすればいいんじゃない。俺がやったのは、あくまで勝つための合理的な非常識だ。鉄砲も楽一楽座も、比叡山や窮地も、感情ではなく、勝ち筋で決めた。ポイントは3つだ。1つ。目的を血が出るほど明確にする。俺には天下布武という一点しかなかった。お前はどうだ？出世したい。嫌われたくない。安定したい。新規事業で評価されたい。全部混ぜてるから、決断が濁る。まず、これのためなら嫌われてもいいという一つを決めろ。嫌われる覚悟のない改革は、必ず途中で折れる。2つ。数字と現実から出た。結論なら、常識をぶった切れ。俺が楽一楽座をやったのは、商人から自由に税を取った方が、長期的に兵糧も軍資金も増えると計算したからだ。当時の常識は、既得権と古いルールで絞り取ること。それをやめたのは、情けでも理想でもない。その方が勝てるとデータで踏んだだけだ。今の日本企業も似たようなもんだ。会議ではデータが大事と言いながら、最後は部長の経験や前例で決まる。だったら AI も統計もいらん。占い師でも読んでおけ。3つ。圧倒的不利な時こそ、常識を捨てて一点突破する。桶狭間で今川義元の大軍に囲まれた時、常識的には老女講和だ。やっていたら、俺はただの地方大名で終わった。選んだのは豪雨の中、奇襲で本陣一点狙い。勝てば天下への道、負ければ首一つ。お前らのリスクと比べてみろ。社内の反対？人事評価？炎上？可愛いものだ。その程度を恐れて常識にしがみつくから、いつまで経っても、今川義元側の兵士で終わる。言われた通りにちゃんとやったのに、会社が傾きました。そんなもの、戦国なら負け残党だ。覚悟が足りん。では、現代で非常識な一手をどう打つか、簡単に言ってやる。明日からやめることを3つ決めろ。意味は薄いが、皆やってるから続けている仕事。空気を読んで賛成している会議。数字も取らずに惰性で続けている施策。これを切れ。俺なら、まず成果に直結しない儀式を焼き討ちにする。報告書を半分にしろ。会議を3分の1にしろ。ハンコ文化を叩き切れ。それだけで、常識に奪われていた時間と兵力が戻ってくる。その上で、浮いた時間と資源を、勝てるかもしれない非常識に全振りしろ。誰もやっていない顧客への提案。新しい技術の実験。小さくてもデータが取れる賭け。これを繰り返したやつだけが、常識を作る側に回る。最後に一つだけきついことを言う。お前が、常識を壊したいと言いながら何も変えないなら、お前自身が新しい時代の足かせになっている。かつて俺は、古い自社勢力を敵に回した。現代なら俺は多分、お前の会社の事なかれ主義、と、真っ先に戦を始めるだろうな。非常識な決断力とは、人に理解される前に動く勇気と、結果が出るまで殴られ続ける覚悟だ。嫌われたくないなら、常識側にいろ。ただし覚えておけ。歴史の教科書に載るのは、常識を守ったものではない。常識を殺したものだけだ。では、お前はどちら側に立つ？